皆様こんにちは。インゲングルメ旅、インゲンです。今回は女一人旅、小笠原諸島父島後編、父島の見どころをバスを一周してご紹介したいと思います。1日乗車券500円を購入してバスの乗り場へ。本数は1時間に約1本となりますので、時刻表を見ながらの計画が必要です。本日は観光名所ごとに降りて1時間楽しみ、次のバスに乗って降りてまた1時間楽しむ。そのようなスケジュール感で行動しようと思います。なお降りなければ最初から最後まで20分から30分の距離です。レンタサイクルやレンタバイクの方も多くいらっしゃいますね。とにかく日差しが強く暑いので、レンタサイクルに回る自信はなかったのでバスにいたしました。クーラーが効いていて快適な旅です。停泊中の小笠原丸を眺めながら楽しい車窓観光。なお前編でご紹介した加盟センターで降りたい場合、運転手さんにお伝えすると柔軟な対応をしてくださるそうです。本日1カ所目のベストポイント、境浦海岸です。こちら到着は9時半ごろ。次のバスの10時半ぐらいまで楽しむことといたします。境浦海岸は有名なシュノーケルスポット。沈没船金光丸の周囲にサンゴや色とりどりの魚が巣を作っています。まずはバス停から降りて橋を渡った上からの景色を眺めることといたしましょう。いかがでしょうか、この海の色と美しさ。中央に座礁しているのが金光丸です。この距離はなんと浜辺からほんの数十メートル。対岸からこのように間近で眺められるスポットはなかなかあるものではありません。ワクワクしますね。では早速橋を渡って戻り、坂を伝って海岸へと降りることといたしましょう。金光丸は50年前は上まで出ていましたが、現在はだいぶ沈んで朽ちてしまい、上に出ている部分はわずかとなってしまいました。以前は三日月山にも同じような沈船があったようですが、そちらも今はすべて沈んでしまったようです。訪れるならぜひ今のうちに。バス停から下に降りる坂はこのようになっています。割と急です。5分程度で降りられますが、登るときは10分程度の余裕を持ってバスの時刻表に間に合うようにいたしましょう。色とりどりの花や実をつけている様を眺めていると、間もなく海が見えてきました。ビーチに到着です。日陰となる休憩所、お手洗いなども設置されています。どなたが設置されたのでしょう。おしゃれなオブジェがありました。楽しい記念撮影スポットですね。浜辺から沈没船までの距離感はこのようになっています。湾などで波は穏やか。ただし潮流にはお気をつけください。白い砂浜、美しい海の色。今回伺った中で私の一番のお気に入りのシュノーケルスポットとなりました。この左の奥にはブランコもありました。ぜひ記念撮影を楽しんでみてくださいね。では早速、シュノーケルラッシュガード日焼け止め対策をして海へと入ってまいります。お店や自動販売機はないので、バスに乗る前にシュノーケルやフィンなどをレンタル、水分を持ってバスへと乗り込み、こちらの海岸へとやってまいりました。いかがでしょうか、この美しい海。中の様子はこのようになっています。先に申し上げますと、沈没船の内部の映像も撮りたかったのですが、私の腕ではシュノーケルをしながらカメラを構えて、沈没船の周りを泳いで撮影するというところが追いつきませんでした。ですので、自身の安全策を取り、こちらは海岸の近くの中の撮影となっております。準備の持ち物として追加。スマートフォンを防水で撮影できるカバー。だいたい2000円から3000円程度で売っていたでしょうか。そちらを使ってスマートフォンを確認してから海の中に沈めて撮影することをお勧めいたします。本当はもっといっぱい魚が群れで泳いでいたのですけれども、タイミングよく撮影開始をした時に撮影できたのはこの子たちだけでした。それでも嬉しいですね。黒いのでこれはモンツキハギでしょうか。この辺りに私がよく見たのは六線スズメダイという白黒のしましまのお魚さんたちでした。
そちらは今回撮影できませんでした。その他にも黄色の黄色はぎ、オレンジ、水色、黄色の色鮮やかな山吹ベラなども見ましたよ。砂浜だけではなく、座礁している機械やいろいろなものにサンゴが住み着き、いい隠れ家となってお魚さんたちが多く見られます。貧困丸は全長127メートルと伺っていますが、だいたいその周りを一周しても50メートル程度でしたでしょうか。沈船の内部にシュノーケルすることもできました。私の能力でだいたい行きに5分、帰りに5分といったところでしたでしょうか。到着した後は沈船に捕まってゆっくりと休む。帰りの体力を得てから戻ってくるといったことができました。かけがえのない経験ができました。この周辺ではサップをされる方、体験ダイビングをされる方も多くいらっしゃいましたよ。では次のバスに間に合うように着替えて、一駅乗り扇浦海岸へ。こちらでの滞在も約1時間となります。扇浦海岸は海水浴でも有名、シャワーやお手洗いの設備も整えられています。このバス停からは小笠原神社周り御朱印を受け取られる方も多いですね。だいぶ雲が出てきてしまいましたが、海は穏やか。小学生のお子さんがチャプチャプと波打ち際で海水浴を楽しんでいました。砂浜はやや黒い砂が多かった印象です。この海岸は夕日も美しく眺められます。後ほどご紹介しますが、ウェザーステーション展望台と並び、扇浦海岸からの夕日もおすすめです。この先が神社への道となります。では再びバスに乗って次の観光ポイントへ。途中、様々な農園を見ることができます。小笠原諸島はパッションフルーツが有名。季節が合えば、冷凍ではなく生のパッションフルーツを召し上がってください。美味しさに驚きました。こちら終点、小湊海岸です。小湊海岸に流れる八瀬川にはグッピーなどが生息しているようです。こちらのバス停は東京都最南端のバス停だそうです。バス停には立派なタコの木がそびえ立っていました。実もつけています。全体はこのようになっています。小湊海岸を降りると、こちらは川も山も眺められる絶景ポイント。小笠原諸島は独自の生態系固有種も多く、この自然を見ると一気に恐竜時代まで戻ったような錯覚さえ覚えます。入る前には外来種などを持ち込まないよう、木炭やブラシでの洗浄を行うようにしましょう。バス停からビーチへは徒歩5分程度、まるでジャングルのような道を進みます。少し歩くと見えてきました。こちらも公共のお手洗い、日よけのある休憩所があります。ビーチに向かってみましょう。はい、この通り。このビーチに立って周囲の山々を眺めてみましょう。まるで雰囲気はジュラシックパークのよう。海岸は白い砂浜の美しいビーチです。沈没船などの座礁はないため、ただひたすらに白い砂浜が続くビーチ。サンゴなどがないので、魚はあまり見れなかったようですが、岩などがほとんどないので安全に泳ぐことができます。沖には目印のブイも浮いていますよ。珍しい枕状溶岩も眺めることができます。もともとあった島が沈んだのではなく、海底火山が隆起してできた島だからこそ、このような珍しい溶岩が眺められるのですね。では改めましてビーチの様子です。いかがでしょうか。延々と続く白い砂浜、そして遠浅の海、奥に見えるブイ。泳ぐのに疲れたら丘ヤドカリを眺めてはいかがでしょう。これはかなり大きさがあります。10センチから15センチはあったでしょうか。しかも涼しい木陰では7、8匹群れとなって涼んでいました。カサ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 っと音がして眺めてみると丘ヤドカリ。あちこちでのそのそと歩いている様を眺めていると一日があっという間に経ってしまいそうです。木陰で海を眺めながら一休み。砂浜にたまに目をやると木が3本立っている場所があります。こちらはこの下に亀が卵を産んだ場所。踏み荒らすことのないように注意しましょう。ここまで亀が産卵にやってくるのですね。
次のバスが来るまで1時間、冷たい飲み物を飲みながらゆっくりと流れる時間、とても贅沢な島時間です。それではバスが来るまで森の中を散策といたしましょう。ここはもう一つ有名なトレッキングスポットでもあります。体力のある方は遊歩道を伝って中山峠まで行きましょう。徒歩で約30分程度とのことです。というのも私は頂上まで登らなかったのですが、途中まで向かった様子も後ほどご紹介しますね。こちらはお化粧室 AED もあります。ご自身との体力との参考になさってみてください。歩いているだけで楽しくなる道です。ここから少し歩くコペピ浜。そちらも同様に人工の明かりがないので、星空がとても美しく見えるスターウォッチングのスポットとしても有名だそうです。この太い幹の木、樹齢は何年なんでしょうね。ジャングルのように葉が生い茂っています。本当に恐竜が出てくるんではないかという光景と雰囲気。普通の遊歩道とは一味も二味も違うのが父島です。人間に開発、踏み荒らされることなく独自の進化系を遂げた父島。この自然を守っていきたいですね。途中でベンチに座ったり、休憩を挟みながら中山峠へと向かいます。橋を渡ればまるで冒険気分。皆様も一緒に渡ってみましょう。橋の途中から眺めた光景です。この川は海へと流れていきます。頑張って橋を渡りきることといたしましょう。はい、終点です。渡りきると階段が見えました。少しだけ登ってみます。一つ目の山を越えて登ったところで次に見えた階段。今回はバスの時間もあったので途中で挫折。しっかりと計画を練って暑さ対策もしてトレッキングに臨むことといたしましょう。父島は夕日も有名です。三日月山展望台、ウェザーステーション展望台へとやってまいりました。有名なのはグリーンフラッシュという太陽が沈む瞬間、緑色に光るというもの。今回ずっと待っていたのですが、ご覧ください。雲が発生してしまい、沈む瞬間を眺めることはできませんでした。グリーンにならずにそのまま沈みましたが、この美しい光景をご覧ください。虫除けスプレーを持って登るのをお勧めいたします。そしてそのまま星空を眺めましょう。右に動いて見えるのが人工衛星です。貴重な瞬間を捉えることができました。本当はもっと素晴らしい満天の星空、天の川も拝見できたのですが、私の腕ではこれが限界でした。星座の名前も覚えられるといいですね。なお展望台へは徒歩では1時間くらいかかるので、ツアーに参加されるか、レンタバイクなどの手段をお勧めいたします。それでは翌朝となります。午前3時半から大村海岸へとやってまいりました。実は前日、午前3時半から4時半ぐらいの間に亀が産卵をして戻っていくという情報を得たんです。そのため3時半から大村海岸に出て見張っていました。ここで皆さんにアドバイス。亀さんはだいたい夜中の12時ぐらいから産卵のため陸に上がってくるそうです。そのため産卵をした場所には砂浜に亀が登ってきたまっすぐの足跡がついているんです。私は前日に登ってきただろう足跡の前で待っていたのですが、木の木陰からもガサガサといった音は一切せず、幾人か人は集まってきていたのですが、それらの方も遠くへ歩いて行ってしまいました。海岸は端から端まで歩いてみることをお勧めします。その去っていた方たちは亀の足跡を探していたんですね。明るくなってきてやっと人の塊が見えてきました。私のいた場所からそこまでは約100メートル。慌てて走っていったのですが、亀さんは産卵を終えて、あっという間に海の中に帰っていってしまいました。1時間前からずっと待っていたのに、亀さんが帰っていったのは午前4時半ごろ。こちらが私が待っていた位置。
産卵した亀さんが帰っていった場所はこの先でした。亀さんが登ってきて帰るところはこのように足跡があるので、これを目印に皆さん見つけていたんですね。産卵された後はこのように穴を掘って砂をかけた跡が残っています。こちらは去年撮影した友人からお借りした画像です。産卵を終えた亀が午前4時半ごろ、砂浜から海に戻っていく様子です。こうしてあっという間に海の中へと姿を消してしまうのですね。私が行った時は、その前日は4匹、私が行った日は2匹産卵に来ていたようです。こんな風に間近で見ることができるのも父島のいいところですね。では日が完全に昇ってからの大村海岸です。深夜から早朝にかけて亀さんが産卵をしていたとは思えないほど静まり返った海です。そして相変わらずこの青々とした海の色、独特の小笠原諸島父島ならではの海の色ですね。本日は最終日、15時午後3時小笠原丸は出港の予定です。それまでこの近くの大村海岸で過ごす方も多いですね。亀が産卵をしていたのはこの端っこです。私はだいぶ手前で待っていたんですね。亀の産卵をご覧になりたい方、端から端まで亀の足跡を探す、これ必須ですよ。シーグラス探し、そしてシートキというものも拾うことができます。沈没した船にはお宝の陶器がいっぱい積まれていたのかしら。この陶器のかけらはもしかしたら何千年も前のものかしら。そんな風に思いを馳せると楽しいですね。どなたかが作ったサンゴの文字もありました。そして前編で紹介しきれなかった大事な見どころ、ハートロック。この大きなハートの形の矢を見てください。自然のハートとして最大級のこの矢をぜひ記念にご覧になってくださいね。ではすべての旅程を終え、二見港の旅客待合所へやってまいりました。ここで大事な名物と言っていいのでしょうか。小笠原、父島の方たちは太鼓でお見送り、そして多くの船で沖まで見送ってくださるんです。いかがでしょうか、この船と人の数。ただ見どころはこれだけでは終わりません。皆様は沖まで来ると次々と海へと飛び込まれるんです。名物フィンでのバイバイも見ることができましたね。クライマックスはここから皆さん飛び込んで見送ってくださいます。この温かい歓迎とおもてなしの心を小笠原諸島に旅行に行った方は忘れることはないでしょう。後ろに海上保安庁の船がしっかりと安全を見守ってくださっていますのでご安心ください。山の上からもさよならの合図を送ってくださっています。さて皆様、今回もお楽しみいただけましたでしょうか。このチャンネルでは行く前に聞き流すだけで分かりやすい説明を心がけています。よければチャンネル登録、いいね、コメントなどいただけますと嬉しいです。旅だけではなく、一目でわかるグルメ解説動画もあります。概要欄に貼っておきますので、よかったらご参照ください。小笠原航路は24時間かかります。小笠原丸の過ごし方、設備、レストラン、料金などの解説動画も。また前編では、ドルフィンスイムなど、見どころいっぱいの別の観光名所とツアーや料金、持ち物、そして父島グルメの動画もございます。そちらもよかったら概要欄に貼っておきますのでご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の素敵な時間の一助となれば嬉しく思います。